そうですね、二の矢というかね、かなり強烈なパンチが入りましたね。これははっきりしたでしょうね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが先手です。はい、私が今回ね先手番ですね。対局開始。3四歩だったので、ちょっと矢倉にはねしにくいですね、スタート的ね。でも3二金でこれは居飛車の将棋になりそうです。そうですね、8八角な一手損角換わりですね。はい、後手の方がねこう一手ね、損をする、自分の方からね角を交換すると将棋はね手を損するので、そういうことねところから一手損の角換わり、一手損角換わりというね言い方になっております。で一手損角換わりに対してね先手の指し方といういろいろあるんですけど、じっくり腰掛け銀にして組む指し方や、本局はちょっとね、急戦調の将棋でいってみますかね。3七銀、これ早繰り銀という形ですね。4六から4七銀とやると比較的穏やかなんですけれども、そうですね、こう銀をね素早く繰り出して、3五歩同歩同銀とね動いていくと、もうやっていっちゃいますかね、3五歩ね。はい、これが非常に素早い動きですね。先手はね、そもそも後手より当然一手多く指してる上に、後手がこう一手ね、損する角換わりということなので、急戦を仕掛けるというのはある意味ね理屈に合った指し方なんですね。ただこれでそのままね優勢にならないのが将棋の難しいところでね、攻めていって、好調のように見えても、なかなかね勝ち切るまでがね、そもそも優勢になるのもね大変っていうのが将棋の奥深いところですね。で今ね2二銀で引いたんですけど、これをね引いてくれるのはちょっとね先手の方とすると安心するところで、銀を引かないと銀交換になっちゃうんでね、相手方銀交換を避ける手筋なんですけど、いわゆる利かしというかね、こう銀をバックさせて壁の形にさせますので、これはねそんなことこちらとしても不満がないというかね、まずまずといった感じですね。普通に飛車先の交換しておきますか。そうですね、この時に銀がぶつからないっていうのが相手の方の主張でね、こう銀を引いておけば銀交換にならないよってことなんですけど、一応ね、これで銀を引き込ましたことはね、私の方のプラスであると。で6五歩とついてきましたね。これ6四に角を打つ、準備ですかね。どうしますかね、金上がるか、6四角を緩和してる4六歩とねついていくような手もありますね。5八金だと6四角でしょうか。それで4六銀だと、4四歩とつくとかね、そういう感じがね一つ想定されますね。銀をねもうさっと引いてしまって5六歩からね、銀を繰り返る、この引っ込ましてますからね、もうそこに満足して銀を引いてしまうという考え方もあるところです。この辺はねいろんな指し方があるところで迷いますね。6四角に対する対策を考えておきたいところですね。5八金右6四角で、4六銀と引くか、4六歩で頑張れればいいんですけどね、ちょっと危ないかとかね、そういったところですね。今ちょっと先を考えています。どうですかね、銀を引いとく手もあるし、3四歩とね頑張っとく手もありますね。こうキープしてね、そちらの方がいいかな。それだと6四角とやっぱり打ってくる感じになって、あとは飛車を置いとくような手もありますね。6四角をなんですかね、あらかじめ避けてね、ここは手が広いところで、ちょっと迷いますね。ちょっと考えます。王様寄っとくような手もありますね。4六角6四角に5六銀で、4四歩に5六歩といって4五歩に5五銀、ちょっとね、高騰になってしまうんですけれども、決戦をしていくようなイメージですね。さあどうしますかね。ここは手が広いのでちょっと考えます。4六歩つく手もあるんですけど、6六歩同歩4七角みたいな感じでね馬を作ってくる手が考えられるんでね、玉を寄っとく方が普通かな。で角を打って、そこでどうするか、飛車を寄ったりしとけば穏やか。玉寄りますか。これで様子を見てね、角を打ってきた時にまた対策を考える。飛車寄るか銀を引くか。そうですね、この角打ちが後手としては期待の一手でね、飛車の小瓶ね、こういうのはやっぱり嫌なものですよね、攻め手としてね、先手としてはね。さあどうしますかね。これね難しいんですよ、こういうねところからがね、将棋の一番難しいところで、飛車を寄っとくのが一番穏やかなんですよね。それでじっくり指しますか。4六銀と引いて4四歩に5六歩とついてね、4五歩に5五銀と出てくる。この銀ではね一番強気ですね。もうあくまでこの飛車をね咎めていくということで、ただ角をね裏側に打つ手があるのどうですかね。もう角打っちゃおうかな。
まあこれがね3六銀から2七銀成という手を狙ってるんですけどね、この背後がちょっと薄くなるので角ってみますか。これね3六に銀も出にくいんでね、非常に打ってみやすい、打ちやすい角ですね。まあ銀を引いて、まあ、角を成ってその馬をいじめるような感じが考えられますかね。まあ具体的に言うと5四銀9六角成に、まあそうですね、これで9四歩とかついてね、まあちょっと変わった感じになりましたね。これで馬をいじめてってことですけど、まあそうですね、馬が働きが弱いと見るかどうか、この辺り非常に微妙なとこでしたね、今の手順はね。さあどうしますかね。歩を突く手もありますね。同角で金上がって馬を楽にするような意味で、まあ8六突きますか。そしてこれで馬を収納して、まあそうどうですかね、これまあいい勝負ですかね。そうです、相手方6、8四歩でね、まあこの馬をねめがけて、なるほど、なかなか面白い手順でしたけど、確かにある手順ですね、これはね、相手の方ね。さあどうしようかな、銀を引きますか。いい勝負だと思います。ちょっとね馬がね私の方も作ったんですけど窮屈なんでね、それほどなんていうんですか、めちゃめちゃ大きく得をしたという感じもないですね。まあ、この馬が働くかどうか、まあこの6四の角とね馬でね、普通は角と馬が戦えばもちろん馬の方がいいんですけど、この場合馬がちょっと狭いんでね、それほどなんていうんですかね、現状はこうめちゃめちゃうまくいったってわけじゃないんですけどね。さあここちょっと動いていきますかね。馬がちょっと窮屈になっちゃったんでね、これを動いて7五歩同歩6五5五歩という手がありそうな気がするんで行ってみますか。これ玉頭でね、危なそうなんですけど、馬なんでねちょっとねそこを利用してで5五歩ついて、そうですね、この6五の地点ですね、ここに馬を出ようってことですね。まあちょっとね押し込まれたところはどうだったかなって感じですけど、こうなればまあまあですね、馬が出てね、これ角と銀がかなり不自由なので、これはうまくいきましたね。ちょっと馬を作った構想はどうだったかなっていうのは正直あったんですけどね、押し込まれたんで、まあこうなれば馬が働いたんでね、これはちょっと困ったかもしれないですね、相手の方ね。角と銀がこう両方ね、こうなんていうんですかね、4六銀だと同歩ならいいんですけど角の取られちゃうんでね、これで5五の銀を取られたくないので4四銀という受け方になるのかな、受けるとしたら。しかしかなりねいびつな形で、まあ不安定ですね。5四歩ですか。なるほどなるほど。5五銀なら同角、ただ5四馬もあるんでね、これもかなり危ない格好ですね。5四馬だと5二飛車でしょうか。ただ5三歩と打てるんでね、で同飛車、同馬同玉、まあこれ同馬と取りますね。これはちょっとかなり苦労してるでしょうね。この角と銀を助けるのにね、桂馬取る手もあるんでね、これね、まあ歩が一番いいかな。これは優勢になりましたね。はい、もうちょっとこの角と銀を助けるのに、まあかなり、なんていうんですかね、まあ力をね使ってるというかね、苦労しているという感じなので、これ同角だと銀が取れるんでね、これそうですね、これ銀取れるんで、まあ同玉も8三に飛車が打てたんでね、これはちょっとまあ優勢になりましたね。まあ馬を押し込められたところはちょっと微妙でしたけど、こう進んでみればはいなんとかうまくまとまったかなという感じで、7三桂をねもうちょっと早く相手の方が飛んでいればね、まあ全然また違ったかなって感じなんですけど、はい。まあここにね角打たれると飛車金両取りなんですけど、飛車の方にはね、紐がね、香車紐がついてるんでね、まあこれはまあさっと金を上がってもいいかな。そうですね、もうこれはこうやって4八飛車もあるんですけどね、まあこの方はちょっとおしゃれになってですね、もう飛車を取らして同香で、まあ角を手にしてね、飛車角銀を持てばね攻めれます。で相手の方非常に強いですね。こうね飛車を取っても候補手がね後続の手が難しいということで、あえてね取れる飛車を取らずに角をなるということでね、まあただねやっぱりこう純粋なね、銀得の状態なのでね、まあ、歩打ってから銀引くか、まあ銀引き単銀引きがいいかな。これはねはっきり優勢ですね。まあ、ただ5四馬と頑張るかもしれないですね。いやただ、非常に粘り強いと思います。相手の方もねこう取っちゃうとねかえってすっきりしちゃうんでね、同香でね、まあ早繰り銀から、まあ、進んでいってね、まあなかなかこうなんていうんですかね途中は結構際どい感じだったんですけど、こうそこまで来ればね、まあ駒得なんで優勢。まあ7七銀とか手厚く打っても盤石ですね。銀打っちゃうのがいいのかな。6五銀打ちとか打つ手もねあって、どっちがいいかな。7七銀とねじっと打っとく方がまあ手としては手堅いかなっていう感じもあって、まあここはね、優勢のどれを選ぶかですね。6五銀打ちっていうのはね、まあ馬取りになるのがメリットなんですけど、4四馬とかやられるとまた受けないといけないんでね、ちょっとそれをやるよりは黙って7七歩とか
まあ、7七銀打っちゃいますか、得してる銀なんでね。まあこれちょっともったいないようでもね、まあもともと得した銀ですしね、7五歩には8七銀と引いておけばいいですし、まあ攻め駒は3七桂4五桂飛べますし、もっと言うとね飛車打ち込めばいずれね、今は馬が効いてますけどね、飛車打ち込めばいくらでも手が出てくるんで、で相手の方8六歩と、まあ非常になんていうんですかね、相手の方は粘り強いというかね、しつこいしぶといね、しぶとい指し回しですね。でまあ5五歩って、この馬がやっぱ邪魔なんでね、この馬をもう取ってもらった方がいいんですね。取ってくださいという手です。このまま消えてしまえばね、8二飛車っていう手が王手桂取りになったりしますのでね。さあ粘り強いですね。相手の方これ本当いい意味で非常に粘りの強い指し方で、どうするのがいいかな。まあ桂馬を使いますか。これね遊び駒の活用でね、まあ飛車をね打って王手切っとか気持ちいいんですけど、これ馬が近くにいるんでね、8三飛車とか8二飛車とか5中打ってもね、すぐにねなんていうんですかね、相手の差も攻めるわけにいかないので、まあ一回ね桂馬を飛んでね、馬が強力なのでね遊び駒を使って指します。そうですね、いや相手の方はしぶとい、これはしぶといですね。自分からは崩れないという手でね、さあこういうのはねしっかりなんていうんですかね、指していかないと、まあ調子によって攻めるとね逆転ということはよくあるんですよね。まあただこの場合はシンプルに桂馬飛んで振っていくような感じでもかなりうるさいですし、まあ一回端をついとく手もありますね。端つけますか。まあ相手がねこうやって駒を引いてなんていうんですかね、粘り強く指してる時は、まああんまりねなんていうんですかね、バンバンね調子に乗って攻めすぎちゃうとカウンターをね食らいかねないのでね、まあじっくりじっくり進めていきますね。これはもうね、まあですかね、もう引きつけてね、引き寄せてもうなんですか、駒を呼び込んでね、無理攻め誘ってるんですけど、まあ歩を打たせれば桂飛びがね逆にぴったりなのでね、まあこれ歩打ってシンプルに攻めますか。桂馬持つと5四にね桂馬打つ手があるので、まあこれはね順調にリードを広げてますね。ただしこう最初にまあ銀得した後はね、まあ相手の方が非常にこう粘り強く指してますので、まあそんなにリードがねまあ楽々広がったという感じじゃないですね。これはでも通打が入りましたがね、今玉で取った方が難しかったと思います。これ桂馬打ってね王手角取りで、まあそうですね、二の矢というかね、かなり強烈なパンチが入りましたね。これははっきりしたでしょうね。さすがにね、そうですね、これをもう1枚取れてね、これはかなりまあ安心ですよね。私は本としてもやっぱ大間のは怖いですからね。これでもう角がもう1枚消えたのでね、あとはまあしっかりね、まあ玉頭ついてとかね、自然な手でもいいと。やはりね優勢の将棋逆転される時っていうのは、まあ、無理に攻めてしまったりとかね、相手のね、まあ、大馬の威力をね軽視したりして負けちゃうことが多いんですけど、まあ、この場合ね相手の大馬はもう削りましたのでね、あとはこの馬ですね、この馬さえ消えちゃえば、今3三も手筋ですね、銀を下がったところなので叩いて、へこませます。金を引く。いやーしかししぶといですね。これはかなりしぶといです。まあ桂馬使いますか。これでね6五桂を狙って、こうやってねまあいろいろまあ駒をねバランスよくというか、まあこれは守備の駒なんでね遊び駒の活用とは言わないかもしれないですけど、駒をね盤上駒を使っておけばね、まあいざとなった時に持ち駒の駒を使うという感じで指せば、まあ逆転負けしにくいですね。これはね形勢的に、桂馬と、飛車銀の交換ですか。桂馬と飛車銀の交換なんでね、これは、はっきりしてますね。まあ歩成はまあ一回引かされますけども、これも、ね、慌てず取っといてね、これ同金なら桂馬を打とうってことでしょうか。まあ寄りますか。まあ同金で桂馬出してもいいんですけれども、まあこれで、相手の方がね攻めてくるので、まあこれで乗じてね桂馬を打たれるんですけど、これで乗じて桂馬を取ってね、で桂馬を飛んでと、まあこうフットワークね、相手のこう来たところをまあ反動を利用してね、桂馬をゲットして6五に桂馬飛べばね、こう5筋でね歩をばらしてもう一回打つという形がね作りやすいのでね。で銀ですか。なるほど、これは銀をこっちの銀を使いますか。こうやってね駒をどんどん使っていきます。歩をなっていってもいいんですけどね、同銀引き同桂で同馬でね銀取りになる手があったので、まあここは正直すいません、いろんな手があるところです。まあ順調にね駒をこう使っていけば
間違いがないですね。あとは時間が1分50秒なのでそこの部分だけですね。ちょっとね馬を作った手が正直どうだったか微妙だったんですけど、その馬がうまく使えたんでね。格闘技員がね、自陣の相手の自陣のね、相手方自陣の格闘を、私の馬でね、馬のが基本的に当然将棋が強いんですけど、馬として、ね、強いんですけど、今回はねその馬がいじめられる可能性があったんですけどね、途中でうまくこう馬が脱出してね、相手の格闘技員にプレッシャーをかけてね、うまくこう形勢が好転したといった感じですね。さあそろそろとどめのっていうかね、とどめとか寄せ切りたいとこですね。どうするのがいいのかな。まだ詰みはなさそうですけどね。これはねいろいろあるところです。もう銀打っちゃいますか。これ5三からばらして6四角とかでもねいいとこですけど、これはもう攻撃態勢にしてね、間違いのないようにという感じですね。こう打ってこれで4二からね逃げる筋をこう3二の銀でなくしてますからね。さてこれで、どうするのがいいかな。角なって普通に歩打つ、歩打つのが一番いいか。これはね、ここは本当にいろいろあります。同銀台でも優勢ですけどね、こう馬をね押さえつけて、これは受けがないですね。私の王様は今ね現状は、危ない手がないのでね。さて詰みがこれはありそうですかね。どうだろう。金打って角打って桂馬打つのがいいかな。詰みもありそうですけど詰まさなくても勝ちですね。銀ならずで飛車打って詰みかな。銀ならずで王様引くか。しかし銀ならずでいけますか。これね同玉なら詰みです。3一飛車でね玉を引くとバラ詰まないんでもうちょっとって感じですね。同玉に3一飛車と打てばね、金を持ってますのでそれは詰みになります。6一玉と引くと5二金、8三角から打って詰みですけどちょっと手数がかかりますね。角打ってこれも詰みそうですね。詰まさなくても勝ちで、かなり余裕のある局面ですね。飛車金桂持ってるんでねこれも、詰みですけど、金打って手数長いですね。これ結構ね追っていくとバラバラ時間かかるというかね。追ってこれ詰まさなくても勝ちなんでね必死でいけますか。も時間がね結構なくなってきたんで、今ねおそらく詰みもあったんですけどもうきっちり必死で。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。今回はね私が先手番で一手損角換わりと対戦するということでね、中盤は難しい戦いだったんですけれどもね、一瞬の隙まではいかないかもしれないですけどね、うまく駒を活用してね駒得になってからはね、ちょっと慎重な感じになりましたけど着実に寄せ切って押し切ったという内容でした。細かい変化や勝敗のポイントなどは解説編動画をご覧いただければなと思っております。